世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。さあ、いよいよですね、2023年が本格スタートしまして、僕たちはね、もうすぐ体験版のリリースを目前に控えているので、最近はですね、新規実装っていうのはなるべく控えめにして、バランス調整だったりとか、デバッグ作業を回していることが多いんですけれども、そんな中ですね、今週も新しいバグが見つかってきたので、それを皆さんにね、ご紹介しようかなと思います。やっぱりね、ゲーム制作実況をやってて一番良かったなって思うのは、こういったね、バグを動画のネタにできるところじゃないかなと思いますね。大手のね、ゲーム会社さんとかも日々ね、バグを大量に潰していってはいると思うんですが、潰してもね、やっぱり新しいバグっていうのが出てくるもので、ゲームを発売した後にね、プレイヤーたちが見つけたバグなんかをね、ネット上で大きく取り上げられたりして、全然デバッグやってねえじゃねえか、みたいなね、叩かれちゃうこともあったりはすると思うんですけれども、僕たち千葉のチームはね、しっかりとこのバグ潰してますよ、みたいなアピールしつつ、動画でね、少しだけお金稼がせていただこうかなと思います。で、またそのお金もね、開発資金に回すことができるので、やっぱりこれからの時代はね、ゲーム制作実況、なかなかいい攻略方法なんじゃないかなと思います。さあ、それでは早速一つ目のバグなんですが、これは落下死にまつわるバグですね。以前の動画でもご紹介した通り、崖の下あたりにね、デスボックスっていうのを置いて、プレイヤーが崖から転落した時に必ず死ぬようになってるんですけど、これそもそもなぜね、デスボックスを置かないといけないのかっていう話をちょっとしておくと、もし仮にね、デスボックスがなかった場合、こんな感じで海の上をね、歩くことができちゃうんですよね。ただこれ別に海の上を歩けることがダメっていうわけじゃなくて、そもそもこの世界ってゲームの中の世界なので、海を歩けるゲームがあってもいいっすよね、全然。問題なのは、海を歩けるということが、ゲームの設計的に想定されていないことなんですよね。例えば、海の上にアイテムが落ちてたりとか、隣の島まで歩いていけたりとか、そういった海を歩くということ自体がゲーム性に組み込まれているのであれば、デスボックスを置く必要は全くないと思うんですが、うちのゲームはね、そういったことを全く想定していないですし、一度海の上に落ちちゃうとね、自力で正規ルートである島の上に戻ることもできなくなってしまうので、じゃあそれを防ごうかということで、デスボックスを置いてるわけですと。で、今回問題になってくるのがですね、こちらのチュートリアルエリアから見上げることで視界に入ってくる韓流の形状っていうスポットですね。こちらは一応体験版のラスボスと戦うエリアになってるんですが、ここにも崖が存在してますよね。一度飛び降りてみましょう。ご覧のようにちゃんとね、デスボックス自体は存在しているので、何も問題なさそうに見えるんですが、ちょっと一旦クリエイティブモードで崖の下を見てみましょうか。はい、ここですね。プレイヤーとしてのハイタカがね、めちゃくちゃよだれを垂らしそうな小さな足場がね、ここにあるんですよね。こういうのを見ると、なんかこう、ワザップの匂いを感じて、ちょっとワクワクしてくるプレイヤー心理ってありますよね。ソウルシリーズなんかでも、落下制御や銀猫の指輪を使って、鮮やかにショートカットする様子が RTA なんかで見られたりしますよね。うちのゲームではね、そもそも落下ダメージゼロで、デスボックスによる死亡判定しか搭載されていないので、悪さできる可能性は多分にあります。早速ね、例のよだれスポットに向けてジャンプしてみたいと思います。これがね、意外といけちゃうんですよね。千葉はね、しっかりと地に足をつけて戦うね、戦闘に重きを置いたゲームなんですが、実は意外とね、空中制御もしっかり効くようになってるんですね。地上戦メインですよっていう顔しつつね、空中移動速度も速いウルフを彷彿とさせるような移動性能です。この足場に降りてしまうとね、いろいろと裏世界なんかが見えてしまうので、これはどうしても防がざるを得ませんね。あともう一つ面白いのが、先ほども言ったようにね、一応デスボックス自体は、この目の前5歩先ぐらいにね、存在してはいるので、こんな感じでね、ゆっくり歩いて近づいていくと、歩きながら落下死できる素晴らしい映像が見れてしまいます。見た目のインパクトも強くて、新年会とかでも使えそうな、笑えるバグだとは思うんですが、Twitch のライブ配信の方でもね、このバグの披露で一笑い取れたので、お役御免ということで、今回消去していきたいと思います。デスボックスをね、しっかりと広げて、足場を囲ってあげることで、簡単に削除することができますね。では続きまして2つ目のバグなんですが、こちらの方がね、より直すのが難しい重めのバグになってます。このゲームですね、知罰という要素がありまして、MP をね、消費しすぎると、第一神から罰を食らってしまうというね、システムになってます。これを食らうときですね、キャラクターがね、空高く打ち上げられるというダメージモーションがあるんですが、これを見た Twitch の視聴者がね、鋭い指摘を投げかけてきました。知罰のノックバックで乗れたりしない。確かに。はい、乗れます。やば。ちょっと待って。天才ですか、あなた。
これちょっとやばいな。いろいろ考えないといけないことが増えたな。多分相当いろんな場所で悪さできるな。ということでね、ダッシュ中に地罰を食らうことによって感性をつけたまま大ジャンプすることができるというバグですね。こちらもゲーム側が想定していないエリアへのアクセスを許してしまうバグなので、ちょっと消去せざるを得ないという感じですね。ぶっちゃけこれ RTA とかでも使えそうなバグなんで、ちょっとしたショートカットができるぐらいのレベルであれば残してもいいかなとは思ったんですが、いろいろねこの後検証した結果、敵との戦闘をスルーできてしまったりとか、いろいろクリティカルなバグだということが分かってきたので、泣く泣くね消去したいと思います。解決方法としてはいろいろやり方があると思うんですが、今回はね最も単純な方法で解決していきたいと思います。それがいわゆる見えない壁を用いたものですね。別名ブロッキングボリュームと呼んだりもするんですが、ゲーム内に存在してはいるんだけれども描画されることのない物体のことを言います。プレイヤーの動きを制限したりするのによく使われますね。このブロッキングボリュームを通常のジャンプではいけないんだけど、地罰完成ジャンプを使うことによっていけてしまうような場所、例えばこういった少し大きめの岩の上あたりとかですね、こういった場所に配置してあげることによってプレイヤーの意図せぬ侵入を防ぐことができますね。ただ今回はねこれ該当する場所がめちゃくちゃたくさんありそうなので、ブロッキングボリュームを設置する作業だけでも、確認する手間とかねいろいろ考えたら結構長時間かかっちゃいそうなんですが、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでね、すべての該当エリアをおそらく塞ぐことができたんじゃないかなと思います。もしね、体験版リリースした時に該当エリアが残っていた場合は申し訳ないです。体験版のリリース告知の方もね、もうそろそろできるかなと思いますので、あと少しだけお待ちいただけると幸いです。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。